こんにちは、ガイド H です。今日はソウル旅行の物価についてのお話です。最近、韓国旅行は高いという声をよく耳にしますよね。今回はざっくりと物価をご紹介します。ここで紹介する価格はお店や場所によって少し違うこともあるので参考程度にしてくださいね。まずは地下鉄の料金から見てみましょう。ソウルの地下鉄は旅行中必ず使うことになりますよね。主要な観光地をほぼカバーしていて、多くの路線で無料乗り換えができるので、とても便利で経済的です。地下鉄の基本料金は1400ウォンからスタートです。10km を超えると 5km ごとに100ウォンが追加されます。では명동駅から롯데월드のある잠실駅まではどれぐらいでしょう？명동駅から잠실駅までは約35分。料金は1500ウォン程度です。ソウルのバスも同じく市内を広く走っています。バスの基本料金は1500ウォンです。地下鉄と同じく 10km を超えると 5km ごとに100ウォンが追加されます。명동から잠실までは約65分で料金は1700ウォンです。次はタクシーです。タクシーといえば日本では本当に高いですよね。韓国でも高いですが日本と比べるとずっと安いです。タクシーの初乗り料金は 1.6km までで4809ウォンです。それ以降は131メートルごとに100ウォンが追加されます。また特定の速度以下で走ると30秒ごとに100ウォンが加算されます。명동駅から잠실駅まで約 15km で料金は1万8000ウォン程度です。さらに夜間は追加料金がかかります。詳細は省略しますが、日中の料金より約 20% 増しと考えてください。インチョン空港からソウル市内まで行く空港リムジンバスは1万7000ウォン。インチョン空港からソウル駅まで行く直通列車は1万1000ウォンです。コンビニでよく買う500メートルの水、旅行中に頻繁に買うと思いますが、価格は700から1100ウォンです。おにぎりは種類や大きさによって1000から1100ウォンくらい。牛乳の価格も見てみましょう。白牛乳 200ml は約1200ウォン。日本人に人気のバナナ牛乳は1800ウォン。チョコ牛乳は1200ウォンです。ビオットも日本人に大人気で1個2000ウォンです。カップラーメンもよく食べられますね。最も有名な辛ラーメンの小さいカップは1190ウォン。大きいカップは1400ウォン。このラーメン少し辛いです。ユッケジャンラーメンも有名で辛ラーメンと同じ価格です。コンビニで売っている焼酎1本は1900ウォン。ビール1本は約2800ウォンです。ちなみに輸入ビールは4缶で1万2000ウォンが一般的です。ビール時期には嬉しい選択肢ですね。韓国に来たらチキンを食べないと。チキンの価格は店やメニューによって異なりますが、韓国で最も有名な BBQ チキンのフライドチキンは2万3000ウォン。ヤンニョムチキンは2万4500ウォンです。BHC チキンのプリンクルも美味しいですよ。こちらも2万3000ウォンです。삼겹살は韓国人のソウルフードと言えますね。価格は店によって異なりますが、有名なチェーン店하남 돼지집の価格だと1人前で約1万6000ウォンです。韓国に来たら김밥もぜひ試してください。韓国で一番よく見かける김밥天国では一つが約3000ウォンです。떡볶이は명동の屋台だと1人前5000ウォンくらいです。コンビニではなくレストランで飲む소주や
ビールは少し高めです。レストランでは通常ボトル1本5000ウォンくらいします。コンビニの比べて約2倍の価格です。初めて韓国を訪れる方は경복궁によく行きますよね。漢服を着て写真を撮ったり、경복궁の入場料は3000ウォンです。ちなみに漢服のレンタル料は2時間で8600ウォン、4時間で1万5000ウォンです。ソウル旅行なら잠실のロッテワールドも人気ですね。ロッテワールドの1日プリフェスは大人6万4000ウォンです。少し高いですよね。でもクルクなどの旅行サイトで購入すると少し安く買えます。クルクでは同じチケットが4万ウォンです。旅行会社がまとめて購入して販売しているので安いようです。動画の下にクルクのリンクを貼っておいたのでぜひ参考にしてください。そしてソウルシティツアーパス、ソウルという都市を手軽に巡ることができるツアープランです。コースによって価格は異なりますが大人は約3万ウォンです。これもクルクを利用すると少し安くなります。ご覧の通り一部の商品はクルクを使うと安く買えるのでぜひ価格を比較してみてくださいね。以上、2025年現在のソウルの物価についてご紹介しました。旅行の参考になれば嬉しいです。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価が励みになります。